今回の通知書は、扶養親族等申告書です。年金受給者に毎年9月下旬に送られてくる書類となっています。それでは、どんな書類なのか、早速始めたいと思います。最後までお聞きください。はい。それでは全体概要ということで、扶養親族等申告書を発行する目的というのを日本年金機構ホームページより調べてみました。年金は雑所得として所得税及び復興特別所得税の課税対象とされており、年金の支払い者である日本年金機構は、年金の支払いの際には、所得税を源泉徴収することが義務付けられております。源泉徴収する際には、該当する各種の控除、障害者控除や配偶者控除を受けることができます。その控除を受けるためには、受給者の方から扶養親族等申告書をご提出いただく必要がありますと記載あります。なんと、受給者の方から申告書を提出いただく必要があるということなんで、切手を貼るようになってるんでしょうかね。概要ということで、受け取っている年金額が65歳未満であれば108万円以上。これは年金の控除額60万に、基礎控除ですね、48万を足して108万と。それから65歳以上では158万。年金控除が110万ありますから、それに基礎控除の48万を足して158万円ということですね。で、9月下旬に10月までの報告期限がある書類が届くと。で、提出が必要な方は、配偶者や扶養親族がおられる方、それから受給者ご本人が障害者か家父などに該当する方は提出する必要があるというふうになっております。65歳になった最初の年、私は65になった最初の年は誕生月が10月でしたので、12月初旬に到着しております。ですので、この時は12月末までの提出期限となっておりました。つまり9月下旬ではなくて、12月初旬に到着したということですね。それから概算費用ですね。108万とか158万ということは、厚生年金に加入されている方ですよね。国民年金では満額で78万でしたかでしたので、厚生年金の方というのを、日本年金機構の使用統計データから調べますと3014万人となっております。はがき版封書ということで、これは単価100円と見込みました。というのは、はがき版は単価60円としましたし、A4 版封書を200円としましたので、ちょうど A4 版封書の半分と想定しまして100円としました。ですから、3014万人 ×100 円で30億ですね。すごい費用がかかるということになっております。はい。続きまして、扶養親族等申告書の内容をご紹介させていただきます。まず、こういう A4 版の書類に名前とか配偶者とかを書くようになってますね。A4 版の半分のはがきサイズの封書で届きまして、中に返信用の封筒が入っています。誕生日とかな名は配偶者の分まであらかじめ印字されていましたので、名前を記載するだけで超簡単に終了しました。今回が2回目でしたので、前年の分を参考に誕生日とかな名は入れていただいていると。すごい優しい配慮ですよね。それからただ自分でこの切手84円でしたけど、貼らないといけなくなっていたんですね。ですので、ネットでの申請も可能となると便利だなぁと思うんですけど、検討してもらえないんでしょうかね。それから9月下旬にこの扶養親族等申告書というのが送られてきて返送したばかりなんですけど、翌月の10月初めには同じような内容、配偶者の名前とか自分の名前とか
を書くような生計維持確認届という別の書類が到着したんですね。見たところ同じ内容でしたし、できたら内容を統一してですね、経費削減1枚の紙で同時に申請できるようにしてもらえないのかなと思いました。詳細は次のページでご案内させてもらおうと思います。詳しいこの書き方の内容とかというのは、この QR コードをスマホのカメラで読み込んでいただくと内容が出てきますので、ご参考ください。続きまして、生計維持確認届との違いをご紹介させていただきたいと思います。まずこれは、扶養親族等申告書ですね。先ほどご案内いたしました書類です。それから生計維持確認届っていうのがこういうはがきサイズなんですね。書いてる内容が、私の名前、配偶者の名前と両方とも同じなんですね。扶養親族等申告書、この A4 サイズの方ですね。9月下旬に郵送されてきてたんですけど、10月初旬に生計維持確認届という別の書類が届き、見たところ、自分の名前、配偶者の名前というような記述内容、同じような内容ですので、双方の比較表をちょっと作ってみました。それはこの比較表を一覧にまとめた表です。受給者、ここですね。扶養親族等申告書の受給者。それから、控除対象となる配偶者欄。これはつまり、妻の名前を書くようになっているわけですね。それから、扶養親族欄ということで、これはお子さんがおられる方の場合は、お子さんの名前というようなことでしょう。片や、生計維持確認書、受給権者となってますけど、同じような名前、一方は受給者ってなってるし、一方は受給権者となる言葉の統一した方がいいかと思うんですけどね。それから、下給年金など対象者の欄ということで、これは私の場合ですと配偶者の名前、それから子供さんがおられる方は子供さんの名前を3名まで書けるようになってますですね。それから違いがあると思うのはこの代理人署名欄っていうのが生計維持確認届にはあるということで、赤丸にしてます。それからサイズは、一方は A4 サイズです。一方ははがきサイズと。それから切手代は、扶養親族等申告書は84円切手を貼って返送しないといけないし、生計維持確認届の方は、はがきですから、63円の切手を貼って返送しないといけないということですね。比較表を見ると、この赤丸の代理人署名欄だけ違いがありますので、2種類を同じフォームの1種類にして、同じ単料付きに発送するとしたら、印刷費用とか郵送費用とかが削減できると思うんですね。というのは、1枚で送れば、両方兼用できますから、だいぶ費用とかが削減できるんじゃないんでしょうか。で、しかも記載方式をネット上でも申請カットすると少しでも費用の削減を図れると思います。となると、扶養親族等申告書を9月末に発送している理由は何でしょうかと思うわけですね。生計維持確認届と同じ単料付きに同じフォームにして発送すると経費代とか切手代とか削減できますよね。そして少しでも年金を増額してほしいと思いますね。はい。最後にまとめということで、扶養親族等申告書第4話ですね。費用が推定で30億というところかかっているかと思います。A4 サイズで種類は1種類。電子版には載ってなくて9月下旬に到着すると。年1回は発送されてくるということですね。でも、いろいろ考えた結果ですね、同じ日本年金機構の中でも、扶養親族等申告書と生計維持確認届、同じ内容なんですけど、管理する部署が違ってるんじゃないかなと思いました。
部署が違うので、用紙も違うというところなのかなと思うんですけど、一つの用紙にできると経費削減できるのにと思うんですけど、さあ、どうでしょうか。それでは、ここまでありがとうございました。